したお花のこの中心の部分がこうこんにちは、福工房の村です。今回はこういうお花の飾りとか裾のフリル、または前端のフリルなどのこういうギャザーの取り方、フリルの取り方を説明していこうと思います。こういうの簡単に思えると思うんですが、いろいろ迷われるのはこの端の始末だったり、あとギャザーの分量だったり、そういうところ結構迷ってしまう方も多いと思うので、そういうところを説明しながら説明をしていきますので、ぜひ見てみてください。今回はこのフレンチスリーブにつけるこのくるくるとしたお花の、コサージュというかお花の飾りの説明をしていこうと思います。まず最初に裁断をしていくんですが、この表裏のよく区別のつかないようなものであれば一重にして、このようにこう巻きロックをすると、この端が巻きロックの色がちょっと濃ゆかったり配色にしたりすると、またこれも面白い感じになってきます。ですが表裏がこうはっきりしたようなプリントなどですと、この裏が見えてしまうので、そういう時には表裏ここを輪に裁断して、こう表裏きれいに見えるように裁断してこのお花を作ると良いです。まずこの巻きロックの方で説明していこうと思います。バイアス裁断の方がしなやかな丸みが出てくるので、バイアスで裁断していきます。表裏が本当によくわからないものでしたら、これを 2.5 センチ幅、巻きロックをすると5ミリ減ってくるので、出来上がりは2センチになるんですが、まず最初は 2.5 センチ幅で60センチ長を取ってきます。もうこういうふうに直立ちで気楽に作ってもらったら良いです。60センチ。この端は丸く切ります。丸い側の方をロックミシンをかけて、このまっすぐの方は巻きロックミシンをかけてきます。と裁断します。これで裁断ができました。後々これを2倍のギャザーで縮めてくるんですけども、ギャザー分量が均等になるように、これの真ん中のところに印をつけておきます。よくわかるようにこう大きめにつけておくといいですね。では巻きロックとロックミシンをかけてきます。それでは巻きロックをしていこうと思います。巻きロックは、ロックミシンを持っていてもしたことがないという方も多いんじゃないかなと思うんですが、取扱説明書を見てもらうと巻きロックのやり方というページがあって、下ルーパー糸をちょっときつく締めるとか、あとこの辺り巻きロック用にちょっといじるところもあるんですが、そういうふうにいじっていくと巻きロックは簡単にすることができるので、チャレンジしてみてもらいたいなと思います。そしてこの上ルーパー真ん中の糸だけをウーリー紙を使ってもらうとより立体的な表現ができるので、そういうのもしてみてもらうといいと思います。ない方は普通のロック糸でも大丈夫です。
巻きロックをしていきます。巻きロックがきれいにできました。カーブの方にロックミシンをかけていきます。巻きロックもロックミシンもいずれも表面を上にしてかけていきます。こんな感じで出来上がりました。縫い目を粗くしてギャザーを寄せていきます。最初は返し縫いをします。6句目ぐらいのところを縫っていくと良いです。最後は糸を長くして切ります。粗く縫った糸の上側だけを引いて、今60センチのものを30センチに縮めてきます。その時に真ん中に打っておいた印は15センチのところに合うように合わせていきます。30センチに縮まったら、こう出ている糸を結んで固定します。ギャザーが均等になるようにここでギャザーを整えます。これができたら、こう表側の方を内側にしながら、7センチぐらい7センチぐらいを先にぐるぐる巻きます。ここまで巻いたら、これがバラバラにならないようにちょっと止めておいて、針で縫っていきます。これは60番紙2本取りでいきます。くるくる巻いた部分がほどけないように四方から縫って留めておきます。これでこの真ん中の部分が留まりました。玉留めをして糸を切っておきます。次にこれは仮に端切れなんですが、このものに書いていくと良いです。ここに 2.5 センチの丸を先に書いておきます。こういうふうに丸を
2.5 センチの丸を描いてもらって、でテンプレートがない方はこう物差しで測りながらこう 2.5 センチの丸を描いてもらったらいいです。最初に丸めたところじゃない側の方を表面を上にして、まずこの丸にこう合わせるようにくるくるっと巻いてきます。ここが始まりなんですが、始まりが隠れるところまで巻いてきます。ちょっと待ち針で留めます。この6句目のところを半返し縫いで割と強めに細かめに手縫いで縫っていきます。ミシンで縫われても良いです。まず1周手で縫っていきますね。1周ぐるっと半返し縫いで細かめに縫っていきます。その時にこう裏側がシワシワにならないように気をつけましょう。この続きにだんだんと丸をこう小さくしていきながら、最後に最初に縫ったこの中心の部分がこう中に入るようにきれいに収まるようにこう目で見ながら調整をして、こう同じように縫えてないところから半返し縫いで留めていきます。だいぶ中心部分に近づいてきました。中心部分に近づいてきて、最後7、8ミリぐらいのこう丸い穴ができたら、その部分にこのくるくるっと巻いた先をぐぐっと押し込んで、今度はこの部分が丸ごと縫われるように留めていきます。こう出したらここの最初に縫ったところをこう丸ごと貫通するように、取れなければ良いので、取れなくてこう見た目きれいに見えるように意識しながら縫っていくと良いですね。こんな感じでもうこうどこを引っ張ってもポロッと取れるようなことがないようにこうしっかりと縫い付けられたら完成です。最後は裏で玉留めをします。
れは直接縫い付けられてもいいですし、土台を作っておいてコサージュのようにして何個か作って日によってつける数を変えたりつける場所を変えたりしても良いと思います。これがマキロックで作ったものなんですが、次に表裏のはっきりしているようなプリントの時の裁断の仕方だけ説明します。生地の表裏がよくわかるようなものの時にはこういうふうにここを輪にして裁断するといいです。この幅なんですが、マキロックの場合は巻かれて幅が狭くなってくるので 2.5 センチ幅で裁断したんですけど、出来上がりは2.12 センチぐらいになってます。この幅も約2センチで、次はもう巻かれることはない、もう輪なのでマキロックで巻かれることはないので2センチ幅で裁断をしていきます。これももう直立ち裁断で良いです。今ちょっとここの部分これを抜いたのでちょうどこの部分はバイアスになっています。真ん中の線2センチで線を引きます。これも同じように60センチを取ってきます。輪の部分をから丸く線を引いておいて、ここを輪にして裁断をします。何個も作るという方は型紙があるといいですね。よいしょ。これで2枚一緒に切ります。これで外表にしてアイロンをかけたら、この端にロックミシンをかけてきます。今ロックミシンをかけたものがここにあるんですが、これでロックミシンをかけて、このチェックの時と同じように真ん中にギャザーを均等に寄せるために真ん中に印をつけてから、同じようにギャザーを寄せて60センチを30センチに縮ませて、これもまた同じようにかがっていくと完成します。端を輪にして作ったお花も出来上がりました。いろいろな雰囲気に仕上がるので、この端の始末をいろいろな形でするのも楽しめると思います。皆さんもぜひ作ってみてください。